どうも、R です。誰かとの会話を分かったで終わらせていませんか？今回は MBTI のレンズを通して分かったという言葉で会話を終わらせないといけない気がしてしまうことと、それによって自分の内側がねじ曲がることがあるという不思議な感覚についてお話ししてみようと思います。会話の種類などによっては会話の終わりの時点で分かっていないといけないこともありますよね。事務的な連絡なんかはまさに会話が終了する時点で相手の伝えた内容をしっかり受け取っていないといけないことが多いと思います。他にも誰か親しい人と話している時などは相手を安心させたいという優しさで完全に相手の言ったことを掌握したという意味ではないけど共感の表現や味方でいることの表現としてわかるよということもありますよね。だけど常日頃感じているのは言葉が持つ引力のようなものなんですよ。言霊と言われているものなのかもしれませんけどね。まず言葉にも意味があるじゃないですか。自分がその時何を表現したかったのかももちろん大事なんだけど、言葉そのものにも意味がありますよね。そして MBTI を見ていて思ったこととして、どんなタイプの人も結局は自分の内側にある内界よりもこの現実世界である外界の影響の方が強く受けるということがあるんです。MBTI の内的緊張という状態があります。この状態は自分の内界での考えよりも外界への意識の方が強く働いてしまって、内界での考えを十分に進めることができていないことから、内界への意識と外界への意識が引っ張り合いになって、結局どちらのこともよく考え込むことができない状態になってしまうことだそうです。現代は外界の刺激が非常に多くなっているので、たとえ MBTI のタイプが外向になる人で、基本的に意識が外に向いているという場合でも、意識的に自分の内界での考えを進める時間を取った方がいいという傾向が強くなってきていると、 MBTI へのいざないユングのタイプ論の日常への応用にも出てきます。そんなことを考えていると、確かに自分の内側にあるものを表現するために分かったという言葉を使ったんだけど、じゃあ果たして何が分かっていたのかということが外界への表現である分かったという言葉に引きずられて曖昧になっていくことが普通にあるよなと思ったんですよね。例えば事務連絡で分かったと言ったとして、これからやらないといけないことの方向性は分かったけど、今の指示が具体的に何を示しているかまで分かったわけではないという意味でも分かりましたということもありますよね。誰かに寄り添いたい時だって相手の話の内容そのものは分かったとは言えなくても、辛かったんだな、苦しかったんだなという気持ちは分かったという意味で分かったよということもあると思います。さらに自分が何が分かっていないのかが分かったよという意味で分かったということもあるんじゃないかと思うんですよ。これらの場合って全ての場合で相手が言ってきたことに対して分かったと答えてはいるものの、それぞれ何が分かったのかといえば、相手の話した内容を完全に掌握したという意味ではない場合が多いと思うんです。もちろん完全に掌握した場合しか分かったと言ってはいけないわけではないですけどね。ただこれだけ多種多様な分かったを使うことがあっても、外界に表現される言葉としては分かったの一種類になってしまうことがあるとなると、この分かったがまるで自分の中での終了の合図のようになってしまうこともあるよなと思ったんですよね。言葉として考えた時、分かったって完了形じゃないですか。たとえその時自分の内側では確かにそれは具体的にはよくわからないけど方向性は分かったと思って言っていたというような位置づけがあったとしても、自分の内側にあるまだ明確になっていないかもしれない意識より外界に出力された分かったという言葉の意味の方が
形のある確かな記憶として強く残りやすい。そして記憶に残った言葉には強い引力があると思うんです。だから分かったといったその瞬間に自分の内側では一体何が分かっていたのかを自分なりに明確にしておかないと、最終的には同じ分かったにまとまっていっちゃいかねないなと思ったんです。毎日忙しく過ごしていたら余計に後からその時のことを思い出しても、分かったという言葉の引力で自分の内側にある何を分かったという言葉で表現していたのか、自分の内側がかき乱されて分からなくなることがあると思います。相手の表現した形としての文章に対して自分は分かったと返した。分かったんだろうなとしか思えないかもしれないということですよね。もっと言えば外界から見たとき、つまり会話の相手には自分の発言に対して分かったと言っていたなということだけが見えていますよね。こうなっていくと、最初分かったを使おうと思った動機は誰かの考えや思いを開くためや会話を円滑にするためのような開始の合図だったかもしれない。だけど分かったという言葉の引力でいつの間にか勝手に終了の合図に変わってしまう。つまりまるで分かったと言った時、そのことが完了したかのように変わってしまうこともあるなと思うんですよ。そしてそれは時には自分はあのことをしっかり理解できたという形だったり、自分はあの人の考えを完全に掌握したという形になってしまうかもしれないと思いました。だけど本当はちゃんと自分の中に開始の合図として確かに残り続けているはずで、本当はずっともっと知りたいとか、あの人がわからないと思っている自分がそこにはいるのかもしれません。分かっていることと分かっていないこと、あなたはどこまで明確に説明できるでしょうか。僕は全然明確になる気がしません。次回はドラマ僕だけがいない街を見て感じた自分は何もしていないという感覚について、本当に何もしていないのかお話ししようと思いますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。